いつもカノンチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。前回公開したケララさん婚約破棄の動画を見た元婚約者の K さんからご連絡をいただき、お話を伺うことになりました。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前から自己紹介お願いいたします。アルファベットの K と名乗らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。K さんはケララさんの元婚約者ということで、ケララさんが婚約破棄に至りましたっていう動画を公開させていただいたんですけれども、その動画を K さんが見ましたっていうことで私にメールをくださってね、ちょっと私もお話ししたいことがあるんですっていうふうに言っていただいたので、私は大阪の K さんのご自宅までお邪魔をしてお話をこれから伺いたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。動画が公開されてすぐ見ていただいたんですね。なんかたまたまなんですけれども、あまり YouTube 仕事中見ないんですけれども、たまたま通知を感知して結構公開されてすぐ見ました。最初見て感想はどんな感じでした？私は宗教家ではないっていうことだけはまずお伝えしておきたいです。私は、本当に年に2、3回伊勢神宮さんとかに参拝に行ったりとかする程度で、本当に何の宗教にも傾倒しておりませんし、そこにキララさんをお連れしたのもちょっと私なりの考えがあってのことでした。そもそもなぜ X を通じてね、キララさんにお交際を申し込んだのかなっていうところから疑問があるんですけれども、はい、私もともと人の中心値っていうか、この平均的な普通の人、一般的な人から外れてる値の人がすごい好きという性癖じゃないですけれども、ちょっとそういった癖がありまして、キララさんってとても個性的で、ちょっと面白いんですよね、やっぱり。そういうところに魅力を感じて、結婚生活って毎日ってものじゃないですか。毎日楽しいんじゃないかなというふうには思いました。キララさんね、とても魅力的な方なんですけれども、X を通じて見てらしたんですよね、日常の様子を。はい。不安定さというか、儚さというか、そういう部分も感じられる投稿が多いと思うんですが、お付き合いをするとか結婚するにあたってのご心配とか不安とかよりも面白そうのが勝ったっていう感じですかね。実はX もそんなにポストを全部翻って読んでたわけじゃないので、あんまりそこまで不安定なことに気づいてはいなかったっていうのはありますね。一番最初にキララさんを知ったのはフジテレビのザ・ノンフィクションですね。他にはご覧になりました？いえ、それだけで、ただお会いするって決まってから過去の YouTube に掲載されているような過去の番組などは見させていただきました。初めてはどういう感じでお会いになったんでしょうね。待ち合わせをして居酒屋さんみたいなところに行ってお話をして、それで解散っていう感じでした。初めてお会いになった時からお交際をしましょうっていうお話になったんですか？2回目に会った時に交際をしようという話になりました。で、交際期間は実際どれぐらいでした？3ヶ月半ぐらいじゃないかと思います。その間何度お会いになりました？1泊2日で私の友達の家に一緒に泊まったこととかもあるので、8日間ぐらいではないかと思います。8日間ぐらいキララさんと過ごしてみた。はい。実際お交際してみていかがでした？今思い出すと結構、どの時も楽しかったんですけれども、必ずお酒を飲んでるなっていうのはやっぱり思い出すと、そうだったなって思い出します。その婚約が破棄になった主な理由っていうのはやっぱりお酒が原因ですかね？他の理由も全部言えるんですけど、それの原因は何って言われると結局お酒になっちゃうかなと思います。最初が100だとすると、なんかだんだんお酒が飲んでいくから、少しずつキララさんがろれつが回らなくなっていっちゃったりみたいな、酔っていくっていう感覚があって、私の中では、複雑な話や難しい話をするのを控えようって思ってしまうので、深い話ができる時間っていうのがすごく短くなってしまうんですね。それが物足りないと感じたことは実はあります。はい。K さんがね、キララさんを宗教団体に連れて行ったっていうふうにお聞きしたんですけど、サイエントロジー協会というところで、そこはいわゆる自己啓発とか、その人をあるべき道に戻していこうっていうような理念を持ってやっている団体です。で、どうしてその宗教法人になっているそこに連れていかなきゃいけなかったかというと、私はキララさんに本音を言うと、お酒を減らすかやめてほしいと思っていました。でも断酒会やアルコール外来っ
っていうところにもし一緒に行ってくれって言っても絶対に行ってくれなかったと思うので、間接的にお酒、多分ですけどキララさんがお酒飲みすぎてるのってご家族との確執とかも関係してると思っていて、それが深いストレスになっているからお酒を飲んでしまうんじゃないかなと私は勝手にそう思ってたんですね。本当にそうかはわからないです。でももしそうだとすると、家族との確執を解いてくれたり、お酒をやめさせてくれたりっていうのを手伝ってくれるパートナーみたいな団体があったら、私は心強いと思ったので、そこへ案内しました。K さんはどのようにその団体をお知りになったんでしょうか？私の友人で、その人もアルファベット K なんですけれども、K さんという人がいまして、その人の家に私キララさんと2人でその人の家に、その友人の家に泊まりに行ってるんですね。その友人から勧められて行きました。でその友人がもともと親との関係が非常に良くなくて、結構こじれていて、何かあるごとに親のことを思い出しては落ち込んで悩んでしまうっていう時期があったそうなんですけど、そのサイエントロジー協会でカウンセリングを1回受けたことによって、なんだそんなことだったんだって霧が晴れるようにカウンセリングを受けて変わったというふうに勧めてくれたんですね、その友人が。でなので私の親友であるその友人が勧めてくれたっていうことで、じゃあ私もキララさんをそこに連れて行ったらキララさんが変わるんじゃないか、変われるきっかけになるんじゃないかと思って、そこへ案内しました。私事前に電話を入れてまして、その教会にサイエントロジー協会に、私は絶対にそこの勉強をすることはないけれども、私の恋人が今ちょっとあまりいい状態ではないからカウンセリングを丁寧にやってほしい。あとはなるべくカウンセリングを継続して受けられるようなふうに導いてほしいっていうことを事前にお願いしてあって、実際その日はとても長い時間、約2時間半カウンセリングをキララさんは受けています。私のはすいません、5分ぐらいで終わってます。はい。でそのカウンセリングを受けていく中でキララさんはどのような反応でした？実はカウンセリングを受けている最中というのは別々でなければいけない、一人一人じゃないといけないということで、私は違うところで、大部屋みたいなところで、なんかロビーみたいなところで待ってたんですけど、そこでロビーでそこの教会の本読みながら待ってたんですけど、結構普通にいいこと書いてある教科書みたいな本だったので、私も一冊は確かに購入しました。面白いから。はい。でキララさんが戻ってきた時なんですけど、小刻みに震えていらっしゃって、こんなに知らない人の前で自分の家族のことなんかを話させられるのはすごく苦しい、辛いというようなことを言っていました。ではキララさんは本当にご自分の内面のことをお話しできたんでしょうかね？2時間半そのカウンセラーさんと話していたと思うんですね、おそらくは。そうなってくると家族のこととか自分の生い立ち、過去、どんなことを考えているかまで全て深掘りして答えていったんだと思います。ちょっと涙ぐんでいる状態でちょっと小刻みに震えている状態でした。なので私はこれもしかしたら続けたら効果あるんじゃないかなと本当に実感したので、これやった方がいいよとその場でも確かに強く勧めたのは事実です。その時に K さんがお支払いになったのは全部で1万6000円から2万円の間だったと思います。それはキララさんお一人の費用ですか？1500円ぐらいが私が買った本の費用なんで、1万5、6000円がキララさん分ですね。それだけのお金を払ってね、キララさんにカウンセリングを受けてほしいと思われた原因っていうのは？キララさんの人生なのに、キララさんは自分の人生を生きていないなっていう風に感じることが結構あって、そういう深い話をしたいなと思っても、結局いつもお酒を飲んで楽しそうにしてるから、なんとなくそういう話ができない、深い話ができない状態が続いていて、私は自分が一生添い遂げる人であれば、もっと深い話もちゃんとできる相手がいいなと思いましたので、キララさんに代わってもらいたいと思っていました。K さんの簡単なご経歴をお話しいただけますか？はい。実は私もキララさんとちょっと共通してるんですけども、教育系の学部を卒業しているので、教員免許を持っています。ただ、私が卒業した年というのが氷河期世代ど真ん中なので、教員は本当100分の1とかしか受からない状態で、他の企業、大企業なんかも軒並み不採用になってしまうような状態でしたので、ちょっと言いにくいんですが、風俗業で私は結構楽しく実は働いていました。
そこそこお値段が高いお店だったからなのかもしれないんですが、その時間ずっと行為をしているわけではなくて、お話しする時間が実は1時間ぐらいあったりとか、人によっては2時間ずっとお話だったりとか、お話しされて帰っちゃったりする方もいらっしゃるぐらい、ちょっと面白いお店で、お客様の属性が株でとか投資とかで暮らしてらっしゃる方とか、経営者の方であったり、会社内で部署をまとめているリーダーの方であったり、いろんな方がいらっしゃって、スポーツ選手の方もいらっしゃいましたね。皆さん口を揃えて、私の人生をもっと良くしたいんだけど、どうしたらいいだろうかっていうようなことを話すと、こういう本読んだら、まずちょっといいんじゃないかなとか教えてくれたりして、その度に私は帰り道に本屋さんによって買って、それを読んで勉強するっていうことをずっと繰り返していくうちに、社会の中で自分の持っている特性を生かすにはどうしたらいいだろうというふうに建設的に考えられるようになって、やがて風俗店は完全にやめて、昼間の世界で、私は営業職なんですけれども、営業職で、起業できるくらいのやり方とかを学びました。それを学んだ後はどんな？30歳になったと同時ぐらいに自分の法人をスタートさせまして、ちょっと職種は言えないんですけれども、その法人を10年続けて、海外展開なども行いまして、で、10年経ったところで、他の仕事もしてみたいなと。風俗店と営業職と、あと、会社経営しかしてないなと思って、なんかもっと他のこともやりたいし、視野を広げたいなと思って、会社を譲渡して、自分は教員をもう一回やってみようということで、教育実習しかやったことがなかったものですから、ちょっと教員やってみたいなと思って、4年間だけ教員をやりました。英語の先生です。素晴らしい。すごくね、充実した人生をね、歩んでらしたと思うんですけれども、その間にお交際した人とか結婚を考えた人っていうのはいらっしゃらなかったんですか？私自身がちょっとこだわっている部分がありまして、日本ではまだ夫婦別姓が認められていないんですが、私自分の名字を変えずに結婚したいっていうのが自分の希望としてありまして、その条件を満たす方が現れなかったので、交際をすることはあっても結婚を前提にということはしなかったんですよ。4年間英語の先生をされて、その後は以前の動画でもちょっとお話ししたんですけど、私はちょっとものづくりがすごい得意で、あるものを作って販売するっていうことをしてるんですけれども、それをちょっと仲間と共に会社を立ち上げて、今会社立ち上げて3ヶ月目となります。ちょうど会社を立ち上げるちょっと前にキララさんと交際を始めたんですね。はい、そうです。キララさんを最初に知った時にどんなふうに思われました？面白い人だなと思いました。 X から DM を送ったっていうふうにお聞きしたんですけど、会ってみてフィーリングが合えばいいんじゃないかなっていうふうに結構軽めに考えてました。今までその X から他の人に DM を送ったことって？仕事の DM 以外ありません。キララさんと実際お会いしてお交際しようっていう決め手になったのは？キララさんは自分の名字にこだわりがないので、名字を変えて結婚してくれるっていうところと、キララさん自身もメリットがあるから結婚したがっているところがあるので、そのメリットを私なら与えてあげられるなっていうところと、あとは支え合って生きるにはこの人いいんじゃないかなっていうふうには思いました。私がもし例えば失業中で、例えば貯金がもう30万しかありませんっていう状態だったら、申し訳ないですけど声をかけられなかったと思います。キララさんを養っていく自信があったっていうことですね。養うつもりはもちろんないんですけれども、最悪そうなった場合でも暮らしていける自信はあったっていう感じです。頼もしいですね。ありがとうございます。キララさんもね、本当に嬉しかったと思うんですよ。そういうふうに K さんに思っていただいて、そのデート代とかね、支払い関係は K さんがされてたんですか？3回目以降ぐらいからはなんか自然に私が自分から私払うよっていう感じになって、やっぱりそれはキララさんと交際したことによってキララさんの X とかを見てたんですけど、なんか落ちてるものを食べちゃったりとかしてるところを見るとちょっと心配でしょうがないので、せめてデートの時ぐらい私が払えればいいなと思って、私が支払いをすることが多くなっていました。で、そのデートの間もキララさんは割にお酒を飲んでいた？そうですね。いつもカバンの中にはなんか缶チューハイかビールが入ってたりしました。お食事なんか行っても K さんは飲まないで、キララさんは飲んでいる感じ？はい、そうですね。いつもキララさんは結構
もう好きなだけ飲んでいいよって言ってたので、うん好きなだけ飲んでくれました。はい。でその好きなだけ飲んでいいよって言っていた K さんがやっぱりケララさんが飲みすぎで不安になったっていうことなんですかね、お付き合いをする中で。そうですね。私はお酒の量じゃなくて、お酒を飲んでいる間何をしているのかっていうのを一番気にしていて、大体酔いつぶれているような感じで、なんか寝落ちしてることが多い感じなんですよね。いつも仕事がある日、キララさんが仕事に行く日って、夜勤に行きました。夜勤が終わりました。コンビニでビール買いました。電車の中でまず飲みました。家帰りました。また続き飲んでます。ずっと飲んで、酔いつぶれて寝るっていう形で、その寝るまでの時間って絶対2時間とか3時間とか、家に着いてから寝るまでの時間あるはずなのに、その時間が例えば執筆とか、ご自身の発信活動に使うのではなくて、そういった、お酒を飲んで、ただその酔っている時間っていうのは私にはもったいないなって思いました。向上心のある K さんですから、キララさんのそういうお姿を見るのは辛かった？具体的な話になっちゃうんですけど、だいたいビールを1回に500ml の缶を4本飲むって言ってたんですけど、約600円で計算します。ただ1日600円あれば毎日銭湯行けるんですよね。で毎日銭湯に行ってそのまま寝るっていう生活だったら、起きてから出勤するまでに時間ができるはずなんですよ。でその時間にあともう残ってる200円で、毎日積み重ねていけば本とか買えますよね。本読んだりとか、自分の好きなゲームしようってなったりとか、いろいろなことができると思うんですね。それに発信活動したいんだったら、もっと発信する時間に使ってもいいでしょうし、生配信をやるとか、コラボでやるとか、いろんなことができるのに、全部飲んで、眠っての、で仕事に行って、で、忙しいって言われても、それは忙しいんじゃなくて、お酒飲んでるから自分の時間がないんじゃないかなっていうふうに思って、そうなってくると、私それ本人に言えなかったんですよ。あなたがお酒を飲んでいるから自分の時間がなくて何も前に進んでいかないんだよって言えなかったんですよ。でもこれが言えないんだったら付き合ってる意味がないなと思いました。以前の動画で私の家にキララさんが置いていったビールを捨てたっていうことをすごい怒るほどのことじゃないけどと言って話にあげてたんですけど、実際私キララさんがうちに置いてったビールのロング缶を4本開けて捨ててるんですよ。それはキララさんをあんな風にしちゃったのはこのお酒のせいだって思ったからっていうのもありますね。もちろん自分自身がお酒を断っているから、自分が絶対に飲まないものが家にあるのは見ての通り私ミニマリストという形の生き方をしてまして、多分部屋の中何もないですよね。本当にすっきりとね、整理整頓されていて素敵なお部屋です。ありがとうございます。なので余分なものは家に置かないっていう生活をしている性格もあるのかもしれませんが、自分にとって必要ないものであり、キララさんの時間を奪っているこの薬物はちょっと捨てたいなって思ったのが正直なところです。キララさんがね、お酒をすごく飲む方だっていうのは YouTube などを見てね、お分かりになってたと思うんですけれども、キララさんの言い分でもね、最初は私はこれぐらい飲む方でも全然構わないですよって、お酒が原因で嫌いになるわけではないですよっていうふうに言われたって言ってるんですけれども、お気持ちにちょっと変化が訪れ始めたっていうのはどういうことでしょうね。最初はなんて言うんでしょう、やっぱり付き合いたてだから知らないことが多くて、何を話しても新しいことなんですけれども、だんだん一緒にいる時間が少し増えてくると、私はもっと深い話をしたいなって思ってしまいました。でもその時にキララさんもすでに結構飲んでると、そういう話してもあんまり乗ってこないというか、そういう話をする流れにならないというか、なのでいつも軽く酔ってる状態で、軽く酔ってて何か作業ができるんだったらいいんですけど、ある程度進んできちゃうと目が座ってきちゃって、もうお話できる状態じゃなくなってしまうと、私の中ではあんまり一緒にいないのと同じになっちゃうんですよね。キララさんがあんなにお酒を飲むっていうのは何が原因だと思われます？私は、これはあくまで私の考えですけれども、ご家族との関係がうまくいかなかったことや、過去に家族に言われたことでまだ心に刺さっている痛い一言とかがあったりとかして、それが原因で自分のことを許せなくて、自分のことを好きになれなかったりとかして、
それが、代償行為、自傷行為の代償でお酒を飲んでるんじゃないかなって私は思ってます。楽しいだけのお酒ではないんじゃないかという、そういう感じがしたんですかね。毎日飲む必要ないんですよね。楽しいだけだったら、別に毎日飲む必要がないですし、でも必ず欠かさず毎日家で一人なのに飲んでるっていうのは、やっぱりその空白の時間を埋めてくれるものが必要なんじゃないかなって思うのは、私がもともとアルコール依存症だったから、その気持ちが痛いほどわかるから、そうなんじゃないかなって思います。なのでお友達の勧めるその宗教団体にケララさんの、問題点ではないかなと思うご家族のことをカウンセリングしていただきたいと思ったわけですよね。そうですね。はい。大したことではないんですが、私の友人の家に泊まりに行くために高速バスに乗る約束をしていまして、昼の1時とか2時ぐらいの便だったと思うんですけれども、それ私がチケット予約しておいたんですけれども、時間になってもキララさんが現れず、私一人でバス乗ったんですけど、結局ギリギリの時間に電話が来て、ごめんね過ごしたって言われちゃったんですけど、やっぱりそういうのもお酒を飲んでなければ、ある程度目覚ましアラームをかければ起きられるんじゃないかなって思ったりして、ちょっとそれは残念だった出来事の一つです。その後キララさんお一人でいらしたんですか？はい、電車とか乗り継いで頑張って一人で来てくれましたけど、来てしばらく落ち込んでました。ちょっとね、残念ですね。そうですね。私が唯一、キララさんとした深い話で、教員にならないのっていう話をしたことがあるんですけど、準備の時間が足りないからできないと言ってたんですよ。私は、準備の時間を作るためなら、例えば生活保護を受けてその間勉強をするなりして、例えば肉体労働をずっとし続けるっていうのは、私キララさんの年齢や体の大きさとか知ってますので、きついと思うんです。肉体労働だけでこれからも稼いでいくっていうのは。だったら継続性のある教員の仕事で、例えば塾の先生をやるとか教員をやるとか、そういった知的労働の方に行ってほしいので、そのためにもし準備が必要だというのであれば、勇気を出して生活保護を受けて、その間に生活を立て直せるだけのお金を受け取りながら、勉強が必要だっていうなら勉強して、必要なだけの知識が身についたと思った時点で教職に復帰するという形で、あと10年続けられる、あと15年続けられるって言えるような、肉体に負担のかからない仕事をやってほしいなと思います。今のお酒飲んでる時間全部勉強の時間に当てるだけでも 2,3 年の間それやってれば、もう教職とか全然できてたと思いますし、もともと頭のいい方なので全然仕事の幅すごい選べると思うんですよ。ただ選べない状態に自ら自分で自分を追い込んでいってるというか、そして自らなるべく自分が危険にさらされるような仕事を選んでしまっているような気がするんですね。あと仕事場が家から遠いとも言ってたんですけど、その遠い職場を選んでいるのも自分だと思うんですよ。だったらもっと家から近くの職場を探す、もしくはその職場の近くに引っ越す、自分の時間を作る、勉強する、で知的労働に就くという流れも全然できるはずですし、あるいは執筆や自分の配信などをずっと続けているっていうんだったらいいんですけど、それも特にない状態で、たまに X が更新されてるだけっていう状態だとおそらく今思うんですよ。それだと認知度は上がらないと思うので、コツコツと積み重ねられることを毎日着実に積み重ねて、自分の使える時間をなるべく増やせるように、そのためだったらお酒を控えてでも減らすでもいいと思うんですよ。いきなりやめるのが難しかったら、私もアルコールで失敗したことあるから本人も知ってると思うんですけど、本当にお酒飲む以外に時間の使い方ができなくなっちゃうんですよ、アルコールって依存症って。だからその状態であることを認めて、自分はアルコール依存症であると認めるところから始めなくちゃいけないんですけど、まずは認めて、そこから自分の使える時間やお金をアルコールをやめることによって増やしていく。その過程で自分が仕事ができなくなるんであれば生活保護をもらうというふうな建設的な人生の設計をしてほしいなと思います。もしもね、キララさんがお酒の問題を克服して教員免許をまた取って明るく前向きにしていくっていうことで、ケイさんともう一度交際を始めたいと、もし仮に言われたとしたら復縁の可能性はございますか？申し訳ありませんが、私は基本的にはもうないと思ってます。理由は今会社経営がちょうど今3ヶ月目だからというのもあるんですが、楽しくて仕方がない状態で、自分の使える時間を全部会社のために使いたいと思ってます。
今日も本来なら私が東京に出向いてこの撮影するべきだったと思うんですけれども、そうではなく大阪に来ていただいて、しかも私の自宅まで来ていただいているっていうのは、やっぱり私今自分が使える時間を全て会社に使いたいんだなというふうに思ってますので、すいません、復縁についてはなしです。わかりました。本当に今日はね、お忙しい中、貴重なお話をお時間いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからもお仕事頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。